こんにちは。今日はね、トランジスタ、こいつを主役にして、こちらの船のリファインをやっていきたいと思います。ということで、行ってみましょう。まず、こちらはうちの3番艦。最初、屋形船として作った後に飛行船として改造したんだけど、その後モーターが足りなくって部品取りしたので今動けない状態なんだよねなので先に推進装置を作っておきます。今回はトランジスタでいい感じの電気回路を作るのが主目的としながらも、船で荷物を運ぶことも目的にしています。で、推進装置としては簡単設計で誤作動の少ないパドルを採用します。大きさは一悩みしてるんだけど、この辺は浅瀬で水面スレスレに石があったりするのが悩みどころですね。まあ、とりあえずこんな感じにしときますか。で、この船は最後に改造した時に上に配線を作ってるんだけど、これは新しく下に作った方がいいかな。パドルを水にどのくらい沈めるかってのも推進力に関わってくるところなんだけど、まずこんな感じで、これで一応動くものはできたので、まずは動作確認。いざ。ここまでは特に問題ないですね。特に速くもないんだけど、当面はこの辺の湖畔をうろうろすることになるので、荷物を乗せて少し移動できるスペックがあれば十分です。ちょっと水底の傾斜に引っかかったりすることもあるんだけど、この辺は後で調整しようかな。とにかくひとまず船として動くものができました。はい、ここからが本題。まずはさっきの船の電源周りなんだけど、これは単純に可動部品でモーターに電気を流すってな仕組みになってます。ここにトランジスタを使えばもっとかっこいい仕組みが作れるんじゃないかってことで、まずはトランジスタがどんなものか確認していきます。こちらが通常型で、矢印方向に流れる電気を横方向から電圧をかけることでオンオフできる。で、こちらが反転型で、矢印方向に流れる電気を横方向から電圧をかけることでオンオフできる。なるほど。説明文自体は同じなんだけど、ちょっと説明だけだと分かりにくいですね。まず普通に電池とくっつけてみると普通に光りますね。これが反転型か。で、通常型だと普通にくっつけた時はオフで、横から通電させるとオンになると。とりあえずこの通常型の仕組みを使ってみましょうか。要するに横からの電気が発生した時だけ下からの電気を通すってな仕組みみたいなので、こんな感じで電源装置を改造してるんだけど、
ちゃんと横から通電した時だけパドルが回転しますね。ただこの仕組みだとわざわざトランジスタを使わなくても金属を接触させる仕組みとあんまし変わんないんじゃないか？一応これでうまく動いてることにはなるので、こいつの有効な利用方法はおいおい考えましょうかね。で、反転型に関しては通常型と逆で横からの電気が発生した時だけオフになるみたいなんだけど、どうもね、こいつを使うことって面白いことができそうなんだよね。で、今作ってるのは Twitter で見たノッチ回路って呼ばれる装置を真似して作ってるんだけど、実はこれ最初に手に入れた時にも作ってて、一応動きはしたんだけど、私が全く理解してなかったのでカットしたんだよねで、改めて作ってよく観察してみると、今この電気が通ってる状態でここに横から電気を通すとオフになる。で、この装置は反対側も同じ構造になっているので、今度はこっち側に電気を通すとこっちの回線がオフになってさっきの回線がオンになる。なるほどね。よし、完全に理解した。で、今主電源が別々になってるんだけど、これを一本化してやれば一つの電源系統を切り替え式でオンオフできますね。さらにトリガースイッチを使うことって、あれ？なんか接触が悪いことがあるのかな？これね、しばらく原因わかんなかったんだけど、どうもね、トリガースイッチをしっかり握らないとちゃんと通電しないことがあるみたいですね。ここは操作上気をつければ問題ないし、意図的に中途半端に通電できるのであればそれはそれで使いどころがあるかもしんない。まあとにかくちゃんと動作することは確認できたので、この装置を船に組み込んでいきます。これを組み込むことでオンとオフの切り替えがスムーズにできるってな算段なんだけど、これと同じような仕組みを複数組み合わせることで複雑な電気制御を作ることもできるみたいですね。実際そういうのが得意なプレイヤーがすでにすんごいの作ってたりもするんだけど、正直ちんぷんかんぷんだったりしますとかなんとか言ってる間に、よし、これでうまく動くか。あれ？なんか勝手にスイッチが切り替わったりしますね。なんだこりゃ。単独では動作してたので船に積み込んだことで何かが変わったってことなんだろうけど、あ、モーターか。どういうことかというと、確認用に鋼鉄鋼のダイオードを使って、これは電気がこっち方向にしか流れないような作りになってるんだけど、モーターが回った時に水の反動で逆回転して微弱な電気が発生してますね。これがさっきの装置に逆流して誤作動の原因になってるので、装置と船体の間に
このダイオードを組み込みます。これで逆流がなくなるはず。これでちゃんと動くようになりました。よし、あとは船を微調整していきましょうか。上につけてたプロペラは空船の時に使ってたやつなんだけど、モーターを外してるのって今は飾りですね。しばらく空を飛ぶつもりもないので今は外しときます。あとパドルがさっき引っかかったりしてたので一回り小さくしときましょうか。大きい方が1回転あたりの回収のスピードが速くなるんだけど、今回は見た目のコンパクトさを優先します。余計な配線も外して、まあこんなもんかな。よし、船が出来上がったので最後に荷物を積み込んでいきます。この船はもともとこの湖の周辺を荷物を乗せて移動するような目的で作ってはいたんだけど、なんかほとんどこっち側の岸辺で過ごしてたんだよねそれがここ最近で湖周辺に何か所か作業場所を作っちゃってるので、その作業場所間をつないでいくような乗り物が必要になったみたいな感じです。とかなんとか言ってる間に、まあこんなもんかな。じゃあ実際に移動する様子を流しながら振り返っていきましょうかね。ということでトランジスタやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。今回は基本的な動きの確認と人様のを参考にした装置を作ったような感じだったんだけど、この辺は応用の幅がかなり広がりそうなので、何かひらめいたら作ってみようと思います。ちなみに今目指してるのは前回の作業場所です。途中に湖があるとはいえ直線距離では一番近い作業場所で、こっち側にこんだけ資材を持ってくれば向こうしばらくは大丈夫かな。とかなんとか言ってる間に到着しました。でトランジスタ自体つい最近実装されたばっかしの資材なんだけど、この収録後にじゃん、バージョン 1.11 のアップデートが入りました。このアップデートでも新しい資材が実装されたので、次はそれを使ってみようかな。ということで次回はコンデンサーやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。